カズネチャンネル始まるよ。こんにちは、カズネです。ちょうど1年前に公開しました我が家のルームツアーの動画1年経った今でも少しずつ再生回数が伸びております。本当にありがとうございます。この時に我が家のベランダに作ったイルミネーションがちょっと映っていたのを覚えていらっしゃる方いますでしょうか？この時のイルミネーションをとてもエモいとか可愛いって言ってくださるコメントいただいております。本当にありがたいです。ただね、この時のイルミネーションすごく古くて電気がつかなかったり、あとね枠が割れちゃってるところともあったんですね。でもう危険だなって思って外す時に処分してしまいました。で今年は本当新規に新しくイルミネーションの計画を立てようというふうに考えております。去年よりはちょっと派手にしようかなとあとエコなイルミネーションにしたいというふうに考えております。我が家は市営住宅ですので基本的に何か壁とかに穴開けたりすることはできないんですね。ましてうち鉄筋コンクリートなんで下手に穴開けちゃうと修復できないんですよ。でベランダの枠にある DIY をすることでイルミネーションの土台にしようというふうに考えました。先日のショート動画に少し映っておりますが、あれをどんな風に作ったのかをこれから公開したいと思います。また新しいイルミネーションについては11月以降に公開したいというふうに考えております。どうぞお楽しみに。それではイルミネーションの土台作りスタートです。これからイルミネーションの支柱を立てるんですけど、今ね外がちょっと天気が悪くなってきちゃったので、とりあえず作業だけとっとってやっちゃいます。ただいま悩み中です。
ショート動画でお伝えしたんですけど、ハロウィンの飾り付けもちょっとしてみました。こんな感じですね。実はこの飾りなんですけど、内側に貼ったせいで表からは見えないんですよ。表はねこんな感じ、昼間も夜も何にも見えないんですよ。それなのでこの上のねこのかぼちゃたちは表に向くように顔を向けてあります。こちらも飾ってみました。イルミネーションはここの角からずーっとこの上を伝ってここまでの予定なんですけど、余りそうなのでこっち窓の方もいけそうだったらやってみたいなって思っております。はい、こちらがね注文したイルミネーション届きました。今回楽天を利用して購入しました。こちらの2つは同じ色のものですね。2つ買いました。星型だったり月型だったりしてね、これはねカラフルに光るタイプ買っております。これ実はコンセントから電源を取るのではなくてソーラー式にしました。この方がね電気代がかからなくていいと思ってただいま充電中です。ここにねちょっとね充電置いときました。届いた後ねあんまり天気が良くなくってちょっとこれずっと置きっぱなしだったんですけど、そろそろ多分バッテリー溜まってると思うのでちょっと試運転してみたいと思います。この大きいのがこれ用ですね。この小さいのははいこちらね。でちょっとつないでみたいと思います。はい、今ねこちらのソーラーパネルつなぎました。じゃあいきますよ。3、2、1。こうなるんですよ。はい、ピカピカー。こちらの大きいのは実はねリモコンついてるんですよ。こんなの。これでオンオフとか光り方を変更したり明るさ調整、あとねタイマーもついてるんですよ。めちゃくちゃ可愛いでしょ。飾ってみた時にどうなるのか本当楽しみですね。はい、じゃあ今度こちら。こんな感じ。保管する都合上この来た時のまんまでまだバラしてないんですよ。これをバラすとどんな形になるのかっていうのは当日のねお楽しみにしようかなと思って今はここまでにしておきます。はい、ここからは今回の DIY にかかった費用について、いつもはね最後にこんなテロップでねバーンと出すだけなんですけど、ちょっと今回は詳しくお話ししたいと思います。まずはイルミネーションの土台にするために使った農業用の支柱、こちらはガーデニングに使っているので基本的にはお金という計算はしていません。そもそも縦棒に使った太いやつはあれパパの実家から借りてきているものなので本当にお金かかっていません。
横棒は自分で買ったものなんですけど、100円均一で去年買ったものなので、もうね、実質、元を取ったということに考えてゼロです。また、支柱を縛った紐や結束バンド、こちらもね、他の DIY で使った余りですので、今回は0円という計算をしております。そして、イルミネーション。イルミネーションの代金なんですが、星型、月型がついているものが3680円。一色タイプのこの2つ買ったものが1つ1480円。合計いくら合計6640円になります。なんですが、こちらも実質お金払っておりません。というのは、今回楽天を利用してこちらのイルミネーション購入させていただいたんですが、楽天ポイントでお買い物をしているのでお金がかかっていないんです。で、その楽天ポイント自体もお買い物をして貯めたものではなくて、実はマイナポイントでいただいたポイントなんです。なので本当の意味で0円なんです。そしてこの後の電気代ですね、全部ソーラーですので0円というわけで、お金がかかったのは急遽やったハロウィンの飾り。こちらはね、全部ダイソーの商品なんですけど、合計で8個買っているので合計880円がかかっているだけになります。なのでね、お財布にも環境にもエコなイルミネーションを今回作っております。マイナポイントがあったからできたようなものですね。そして次回のイルミネーションは11月に公開予定なんですが、じっくりイルミネーションの様子を皆さんに楽しんでいただけたらというふうに思っております。今回の DIY についてのご質問、またイルミネーションのことについてのご質問等ございましたら、ぜひコメントでよろしくお願いいたします。今日はここで終わりにしたいと思います。また次回お楽しみに。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。